んにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはルイス・キャロルによる珠玉の物語、不思議の国のアリスです。この作品は全世界で1億部以上発行されたと言われ、170以上もの言語に翻訳されています。まさに世界中の読者に愛され、時代を超えて読み継がれている不朽の名作です。しばしば聖書やシェイクスピアの作品に次いで引用されることが多いと形容されることもあります。文学、芸術など後世の文化に計り知れない影響を与え続けています。物語の全体像は一見すると子供向けの短いお話かもしれませんが、そこに込められたメッセージの深さ、豊かさは計り知れません。本日はこの物語のエッセンスを約15分で紐解いていきましょう。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている常識や論理とは何かを問いかけます。そして自分自身のアイデンティティとは何か、奇想天外な冒険を通して静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。1903年の最初の映像化以来、数えきれないほど映画化やアニメ化、舞台化もされています。近年では1951年のディズニーによる長編アニメーション映画や2010年のティム・バートン監督による実写映画が記憶に新しいですね。これほどまでに多様な形で表現され、多くの人々に感動を与え続けているのです。それでは物語の世界を深く知る前に、この素晴らしい作品を生み出したルイス・キャロルという人物、そして彼が生きた時代へと少しご案内いたしましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の息遣いをすぐ隣に感じられるかのように。作者であるルイス・キャロル、本名チャールズ・ラトウィチ・ドジソンは1832年1月27日に生まれました。イギリスのチェシャー州ダーズベリという小さな村で英国国教会の牧師の家庭の出身です。彼は11人兄弟の3番目であり、その中で最年長の男の子でした。幼い頃から弟や妹たちを喜ばせるためにパロディを中心とした物語を書いていたと言われています。彼の人生そのものがまるで一つの物語のようでした。キャロルは幼少期から類まれなる才能の片鱗を見せていました。12歳でリッチモンドスクールに入学すると、その数学の才能はすぐに認められました。しかしその後進学した名門ラグビースクールでは必ずしも幸福な日々ではなかったと伝えられています。彼は喫音症を抱えていました。1851年、彼はオックスフォード大学のクライストチャーチに入学しました。数学で優秀な成績を収め、1855年には同大学の数学講師となります。この職には生涯止まることになりますが、当時のフェローの多くは聖職除任を受け、独身であることが求められました。大学でのキャロルは学生たちからは退屈な授業をする何の面白みもない教師と見られていたという同時代の階層もあります。しかし彼の中には子どもたちと接する際に発揮される豊かなユーモアのセンスが常に存在していました。キャロルは数学者、論理学者としての顔を持つ一方で、写真家としても活動していました。特に少女たちの写真を撮ることを好み、その被写体の一人が不思議の国のアリスのモデルとなったアリス・リデルでした。1862年7月4日、キャロルはアリスとその姉妹たちを連れてテムズ川をボートで下るピクニックに出かけます。その際、アリスたちにせがまれて即興で語った物語が不思議の国のアリスの原型となったのです。アリスはこの物語を大変気に入り、キャロルに本にしてほしいと頼みました。彼はこの即興話を丁寧に手書きし、
挿絵も自ら描き添えて地下の国のアリスとして出版します。これは1864年のクリスマスの贈り物として11月26日にアリスにプレゼントされました。その後友人たちの勧めもあり、内容を遂行しジョン・テニエルの挿絵をつけました。そして1865年に不思議の国のアリスとして出版されることになります。キャロルの創作活動においてアリス・リデルとの関係は重要な要素であったと考えられています。アリスが成長していく過程はキャロルの心境にも何らかの影響を与えたのではないかという解釈がなされることもあります。実際にキャロルは48歳にあたる1880年に写真撮影の活動を突然やめてしまいます。その理由は諸説ありますが、一説には彼の撮影スタイルや被写体に対する世間の噂を考慮したためとも言われています。時代が生んだ物語、物語が動かした時代。不思議の国のアリスが出版された1865年はビクトリア朝真っ只中のイギリスでした。この時代、産業革命による経済発展が成熟期を迎えます。世界の工場としてイギリス帝国は絶頂期にありました。一方で社会の階層化が進み、厳格な道徳観や価値観が人々の生活を支配していたのです。都市部では貧困も深刻な問題でした。文学の世界ではそれまでの教訓的な児童文学から大きな転換期を迎えていました。ユーモアやナンセンス、想像力を解放するファンタジー文学への移行です。エドワード・リアのナンセンスの本などがその先駆けとなりました。ダーウィンの種の起源の発表は伝統的な価値観に揺らぎを与えます。そして人間性や想像力への再評価を促しました。このような時代背景の中、不思議の国のアリスはまさに画期的な作品として登場しました。アリスが迷い込む不思議の国。そこはビクトリア朝社会の堅苦しい常識や権威がことごとく覆される世界です。大人たちが作り上げた論理や秩序も通用しません。例えば白ウサギはビクトリア朝の中流階級以上の紳士を思わせる服装です。しかしその内面は女王にはへりくだり、アリスには横柄な態度をとります。これは当時の社会の矛盾を風刺しているかのようです。ハートの女王の理不尽な命令、首をはねよはまさに不条理な権力の象徴でしょう。物語の中でアリスが見せる論理的かつ柔軟な思考、そして不条理な権威に立ち向かう勇気、これらは子どもの純粋な視点から当時の社会規範への疑問を投げかけている、そう解釈できます。不思議の国のアリスは出版当初から好評を博し、初版は比較的早く売り切れました。そして版を重ねることになります。それまでの教訓集の強い児童文学に飽き飽きしていた子どもたち、彼らにとってこの奇想天外でユーモラスな物語はまさに解放のファンファーレのようでした。その影響は児童文学の域に止まりません。ジェイムズ・ジョイスやホルヘ・ルイス・ボルヘスといった20世紀の作家、彼らにも影響を与え、シュルレアリストなど現代の芸術家や作家をも刺激し続けています。不思議の国のアリスが出版されたのは1865年、ビクトリア朝中期、大英帝国が繁栄を謳歌する一方です。急激な工業化と都市化が社会に大きな変化をもたらしていました。街には蒸気機関車の煙が立ち込め、工場からは機械の音が響き渡ります。人々の生活様式や価値観も大きく変わろうとしていた時代。そんな中でこの物語はある者には子供時代の無邪気な無双を呼び覚ましました。またある者には既存の権威や常識をからかう風刺として受け止められたのです。その斬新さは今なお私たちの想像力をかきたてます。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動、これらを知ることで物語に込められた幾重ものメッセージが一層深まります。そして私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ不思議の国のアリスの物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘う先とは、退屈な午後に見た白ウサギを追いかけて迷い込んだ
論理も常識も通用しない奇妙な世界です。そこは自分自身の存在すら揺らぐような絶え間ない変化と驚きに満ちた、まさに心の奥底に潜むもう一つのワンダーランドなのです。それでは主人公アリスが私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。序章、白昼夢へのいざない。日常の裂け目から覗く非日常。うららかな午後の陽光が土手の草むらを黄金色に染め上げる。傍らで読書にふける姉の姿も退屈な教科書の文字も少女アリスの心には何の波紋も描かない。絵も会話もない本なんて一体何の役に立つの？気だるい眠気がまぶたを重くする中、彼女の視界の端をピンク色の目をした白ウサギが慌ただしく駆け抜けた。直帰を着込み懐中時計を手に「大変だ、遅刻しちゃう」とつぶやくその姿は、アリスの好奇心という名の小さな炎に瞬く間に油を注いだ。考えるよりも先に少女の足はウサギを追い、やがて生垣の下の大きなウサギ穴へと吸い込まれるように消えてゆく。それは常識という名のタガが外れた摩訶不思議な冒険への唐突にして甘美なる落下であった。第一章、奇妙なる縮小と涙の海。自己の揺らぎと世界の変容。ウサギ穴の底は予想だにしなかった深淵へと続いていた。落下とも浮遊ともつかぬ時間の感覚の中、アリスは戸棚や本棚が並ぶ奇妙な井戸の壁面を眺める。オレンジマーマレードと書かれた空っぽの瓶を手に取り、思わずくすりと笑う。やがてたどり着いたのは無数の扉が並ぶ薄暗いホール。ガラス製の小さなテーブルの上には黄金の鍵が一つ。しかしその鍵が合うのは身をかがめても通れそうにない小さな扉だけ。その向こうには目もくらむほど美しい庭園が広がっている。焦がれる思いとは裏腹にアリスの体は大きすぎるのだ。ドリンクミーと書かれた小瓶を口にすると、今度は望遠鏡のように縮んでしまう。喜びもつかの間、鍵をテーブルに置き忘れたことに気づき、小さくなった体では到底届かない。絶望に打ちひしがれ、アリスが流した大粒の涙はやがて広大な塩辛い池と化す。自己の大きさが定まらない不安、目の前の世界が絶えず変容する困惑。それは少女が初めて直面する存在の不確かさという名の試練であった。第2章、不条理な競争と消えゆく物語。言葉の迷宮とアイデンティティの探求。涙の池で溺れかけたアリスは、同じくずぶ濡れになった動物たちと岸辺にたどり着く。ネズミ、ドウドウ鳥、インコ、コワシといった奇妙な一行は、体を乾かすという至極まっとうな目的のために、ドウドウ鳥の提案でコーカスレースなるものを始める。始まりも終わりも曖昧で、勝者も敗者も存在しない、ただ走り回るだけの不条理な競争。アリスは戸惑いながらも、いつしかその奇妙な一体感に巻き込まれていく。やがてネズミが語り始める身の上話は、言葉遊びと誤解に満ち、アリスがうっかり愛病ダイナの話をした途端、動物たちは蜘蛛の子を散らすように逃げ去ってしまう。再び一人きりになったアリスの前に、またもや白ウサギが現れる。今度は手袋と扇を探しており、アリスをメイドのメアリー・アンと勘違いして使いにやる始末。白ウサギの家でアリスは再びドリンクミーと書かれていない小瓶を飲み、家いっぱいに巨大化してしまう。閉じ込められたアリスを排除しようと動物たちが投石する小石はなぜかケーキに変わり、それを食べると今度は極小の姿に戻る。自己のアイデンティティは私という確固たる存在から遠く離れ、まるで他者の都合や偶然によってくるくると姿を変える万華鏡のようだ。アリスは自分が何者であるのか、その問いの深淵に迷い込んでいく。第3章、芋虫の全問答といがむ体。汝は何者かという根源的な問い。森の中で途方に暮れるアリスの前に現れたのは、巨大なキノコの上で水ギセルをくゆらせる青い芋虫でした。その威厳に満ちた、しかしどこか眠たげな存在はアリスに鋭く問いかけます。お前は
誰だ？この単純にして深遠な問いにアリスは言葉を詰まらせるのです。朝起きた時の自分とうさぎ穴に落ちてから何度も大きさを変えた今の自分、それは果たして同じアリスなのでしょうか。芋虫はアリスの混乱を意にも介しません。詩の朗読を命じたり、そっけない返事を繰り返したりします。その態度はまるで禅問答のようでした。やがて芋虫は、キノコの片側は背を高くし、もう片側は背を低くすると謎めいた助言を残します。そして静かにキノコの上から姿を消してしまうのでした。キノコをかじるたびにアリスの体はグロテスクなまでに変容します。首が蛇のように伸びたり、顎が足につくほど縮んだりするのです。その姿は鳩に蛇と間違われ、卵泥棒の濡れ衣を着せられる始末。私は小さな女の子よと主張するアリスの言葉。それはあまりにも変わり果てた姿の前では虚しく響きます。アイデンティティの危機は身体の変容という視覚的な形で現れました。そしてアリスに強烈な不安と自己不信を突きつけるのです。ようやく元の背丈に近くなったアリスが森をさまよっていました。すると今度は目の前にまるで家ほどもあるかのような巨大な子犬が現れるのです。その子犬はアリスにとっては恐ろしいほどの大きさでした。しかし無邪気にじゃれついてこようとします。アリスはこの巨大な生き物から逃れるために小さな木の枝を投げ与えました。子犬がそれに夢中になっている隙にそっとその場を離れます。この出会いはアリスにとって改めて思い知らされる出来事となりました。この不思議の国が自分の常識や大きさが全く通用しない予測不可能な場所であることを、度重なる奇妙な出来事と身体の変化にアリスは疲れ果ててしまいます。どこか落ち着ける場所はないものかと森の奥へと一歩を踏み出すのでした。第4章、公爵夫人の厨房と笑う猫の哲学。狂気の日常と消滅の自由。ようやく元の大きさに戻ったアリスがたどり着いたのは公爵夫人の家。厨房は胡椒の煙で充満し、赤ん坊は泣き叫び、女性主婦は手当たり次第に物を投げつけるというまさに競争のるつぼ。公爵夫人はあらゆる物事から強引に教訓を引き出そうとする奇妙な貴婦人だ。その傍らには耳まで裂けたような笑みを浮かべるチェシャ猫が煙のように現れては消える。やがて公爵夫人から赤ん坊を預けられたアリスだが、その赤ん坊はいつの間にか豚に変わってしまう。戸惑いながらも豚を森へ放つアリスの前に再びチェシャ猫が現れる。どっちへ行けばいいか教えてくれるというアリスの問いに、猫はそりゃあんたがどこへ行きたいかによるねと答える。そしてここいらの者はみんな狂ってる。私も狂ってるし、あんたも狂ってると嘘吹く。その言葉はこの不思議の国が地上の論理や常識が一切通用しない狂気が支配する領域であることを示唆している。チェシャ猫の姿を消してもニヤニヤ笑いだけが残るという得意な能力は実体なき存在、あるいは本質のみが漂うこの世界の象徴とも言えるだろう。第5章、終わらないお茶会と時間の牢獄。理不尽な言葉遊びと永遠の停滞。チェシャ猫に導かれ、アリスは3月うさぎの家の前で開かれている狂ったお茶会に迷い込む。そこでは3月うさぎ、帽子屋、そして眠りネズミが終わることのないティータイムを延々と続けていた。彼らは帽子屋が時間を殺したために永遠に午後6時に閉じ込められているのだという。アリスが加わると彼らは理不尽な謎々をふっかけ、言葉尻を捉えては上げ足を取り、無礼な個人攻撃を繰り返す。論理はねじ曲げられ、会話は成立せず、アリスの常識はことごとく粉砕される。ここでの時間は規則正しく進む客観的なものではありません。登場人物たちの主観や気まぐれによって歪められ、停止させられます。まるで生き物のような存在として描かれるのです。それは子供時代特有の、あるいは夢の中の引き伸ばされたり凝縮されたりする時間の感覚を鮮烈に映し出しています。耐えかねたアリスがその場を去っても、彼らは眠りネズミを
ティーポットに押し込もうとするなど強体を続ける。このお茶会はビクトリア朝社会の硬直した慣習や意味を失ったコミュニケーションへの痛烈な風刺とも読み取れる。第6章、ハートの女王の庭と理不尽な死刑宣告。絶対権力と生命の軽視。お茶会を後にしたアリスは再び小さな扉を見つけ、ついにあの美しい庭園へと足を踏み入れる。しかしそこはハートの女王が支配する恐怖と理不尽に満ちた場所だった。トランプの兵隊たちが白いバラを赤く塗り替えている。女王の命令で植えた赤いバラの木が手違いで白いバラだったため、見つかれば首をはねられるというのだ。やがてハートの王と女王の一行が華々しくも威圧的な行列をなして現れる。女王は些細なことで癇癪を起こし、首をはねよと怒鳴り散らす暴君だ。アリスも些細なことで女王の怒りを買い、死刑を宣告されるが、その非論理的な権威に馬鹿らしいと反論する。クロッケー競技が始まるが、ボールは生きているハリネズミ、マレットはフラミンゴ、ゲートは体を折り曲げた兵隊たちという常識外れのもの。ルールは曖昧で、女王は自分の思い通りにならないとすぐに首をはねよと叫ぶ。この庭園は一見美しく整然としているようで、その実、絶対的な権力者の気まぐれによって全てが支配される恐ろしく不安定な世界なのだ。生命の尊厳は軽んじられ、論理や公正さは存在しない。第7章、ウミガメもどきの身の上話と涙の理由。パロディと喪失の哀愁。ハートの女王の命令でアリスはグリフォンに連れられていきます。そして案内されたのはウミガメもどきの元でした。このウミガメもどきは代用ウミガメスープの材料にされる前は本物のウミガメだったと嘆く悲しげな生き物です。ウミガメもどきは深い悲しみに満ちた声で、かつて海の学校で受けたという奇妙な教育について語り始めます。それは巻き読みを意味するリーディングと苦悶を意味するライジングだったのです。さらに野心のアンビションや注意散漫のディストラクションも教わりました。宗教のアグリフィケーション、そして嘲笑のデリジョンもその科目です。これらは当時の古典教育のパロディであり、ルイス・キャロル特有の言葉遊びに満ちています。グリフォンとウミガメもどきが披露するロブスターのカドリーユという踊りの歌と踊り、それはどこか滑稽でありながらも失われた過去へのノスタルジーと言いようのない哀愁を漂わせます。彼らの語る物語や歌は現実世界の慣習や知識を巧みに模倣し風刺しているのです。その根底にはもはやそうではないという喪失感が横たわっています。アリスは彼らの奇妙な話に耳を傾けながらぼんやりと感じ取ります。この不思議の国における悲しみや喜びが地上のそれとは異なる法則で成り立っていることを。第8章、盗まれたタルトと混沌の裁判。論理の崩壊と夢からの覚醒。やがて裁判が始まるという叫び声とともに、アリスとグリフォンはハートの女王が主催する裁判所へと急ぐ。罪状はハートの女王が作ったタルトを盗んだというもので、被告人はハートのジャック。しかし裁判は初めから終わりまで不条理と矛盾に満ち溢れている。王様が裁判長を務めるが、その威厳はおぼつかない。陪審員たちは意味不明なメモを取り、証人として呼び出された帽子屋や女性シェフの証言は尻滅裂。アリス自身も証人として呼び出されるが、その間に体がどんどん大きくなり始め、陪審員席をひっくり返してしまう。白ウサギが見つけた意味不明な歌が証拠として読み上げられ、王様はそれを無理やりジャックの有罪に結びつけようとする。女王は判決が先、評決は後とめちゃくちゃなことを叫ぶ。ついにアリスの我慢は限界に達する。あなたたちなんかただのトランプのくせに。巨大化したアリスがそう叫んだ瞬間、トランプの兵隊たちが一斉にアリスに襲いかかってくる。恐怖と怒りで悲鳴を上げたアリスが目を開けると、そこは元の土手の上、姉の膝の上で穏やかな午後の光の中にいた。すべては奇妙で長い夢だったのである。終章。夢の残響と成長の予感。現実と幻想の狭間で紡がれる物語。
アリスが語る不思議の国の冒険譚に姉は微笑みながら耳を傾けます。やがてアリスが去った後、姉は一人夕暮れの空を眺めながら妹の夢の世界に思いを馳せるのです。彼女のまぶたの裏には白うさぎがかけ、涙の池が広がります。狂ったお茶会の喧騒が響き、ハートの女王の土星もこだまするようです。それはアリスの無邪気な心が紡ぎ出した奇想天外でありながら、しかしどこか真実をついた世界の断片。姉は思います。いつかアリスも大人になり、今日の日の純粋な心を保ち続けるだろうかと。そして自分の子供たちにこの不思議な夢物語を語り聞かせる日が来るのだろうかとも。ルイス・キャロルが不思議の国のアリスに織り込んだもの、それは単なる子供向けの空想物語ではありません。むしろ成長過程における自己同一性の揺らぎ、言葉の不確かさとその魔力、さらには大人社会の不条理や権威主義への鋭い風刺、そして論理と非論理が混ざり合う夢の世界のリアリティが描かれているのです。アリスの旅は読者自身の心の奥底に潜む忘れかけていた好奇心や世界に対する素朴な疑問を呼び覚まします。物語を読み終えた時、私たちは日常の中に潜む不思議を見出す感性を研ぎ澄まされるでしょう。そして常識という名の檻から解き放たれた自由な精神で自らの人生という物語を歩み出す、そんな小さな勇気と希望を心に灯すのかもしれません。この物語は時を超えて私たちに問い続けます。本当の現実とは何か、そして自分であるとはどういうことなのかと。その答えは私たち一人一人がアリスのように自分自身の不思議の国を旅することで見つけ出すものなのでしょう。いかがでしたでしょうか。ルイス・キャロルが紡いだ不思議の国のアリスは読むたびに新たな発見があります。人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして奇想天外な物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかけるメッセージがあります。自分自身でいることの不思議というメッセージは私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる不思議の国とはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような心の冒険を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も大人になった今再読することで新たな発見があるかもしれません。かつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。